私がよく行く皮膚科のところに来ていて TBN のフリーハンドクターズっていう撮影に来てます。 안녕하세요. 안녕하세요. 나인님 또 찾아주셔서 나인님의 웰컴. 나인님입니다. 나인사마 네. こんな感じで撮影しました。4月5日9時から TBN で放送予定だそうなので、韓国にいる方はぜひ見てね。で、今カフェにやってきました。美味しそう。チョコレート。美味しいやつですか？美味しいやつですよ。イギリスのエリザベス女王が愛したというそうですよ。チョコレートらしいです。一つ4000円。一ついくら？ビジュがいい。ビジュが最高。食べましたよ。カフェ来ました。女子会タイムです。久々女子会。じゃあ自己紹介お願いしたい。私は韓国在住8年目になるさきです。さきちゃんさきちゃんです。タレントとかね。そう。私は愛ちゃんです。愛ちゃん。よろしくお願いします。旦那が韓国人です。日韓カップルで、はい、YouTube やってます。みんなが羨む。日韓カップルで YouTube やってます。よかったら見てください。いやでも本当さっきありがたいことにオリーブヤン最近すごい、セールしたのに、本当に私オリーブヤンとか韓国コスメ多すぎて、私もちょっとプレゼントとかもらうんですけど、何がいいかもよくわからない。なのにクリームが欲しくて、私すごい根性肌、乾燥肌、根性肌、韓国と日本語がミックスしました。そう、乾燥肌すぎてどのクリームを塗っても乾燥しちゃうんですよ。で、どれがいいかなって聞いたらすぐおすすめしてくれて、で、私がベタベタするの大嫌いなんですよ。サラッサラ、リアルバリア、ナインちゃんも美容部員かのようにすぐ買ってくれた。で、なんかでも私ベタベタしすぎて、ベタベタしすぎて保湿度も高めだとニキビできませんみたいな。そしたらあなたっけノンコメドジニ曲がらない。ノンコメドっていうコメドそうなんか毛穴を詰まってそのニキビの元になっちゃうコメドっていうのができないような製品、なんかニキビの元になる原因になるものが入ってないようなスキンケア、そういうテストが済んでいる商品。それで即買いしたんですよ。なるほどね。そしたらニキビにならないしいいね。そうだからちょっと使ってみようかなと思って、すごいもうありがたくおすすめをいただきました。いや本当にすぐ買った本当にすぐ買った。ちょっと見せてもらって。何を買ったか見せてあげて。動画撮ったんで後でなんか載せようかなと思ったんですけど、本当に買ってくれた。でも本当に今保湿系をちょっと探してて、でも私はこれは韓国に住んでても知らなかった。いいのって。そう、バリア専門のね。これリニューアルしたらしい。そう、パッケージが多分元のパッケージだったら私たち知ってると思う。なんかね、水色っぽいパッケージ。しかもなんで買ったかっていうと、今セールでめっちゃ安いの。めっちゃなんかマジ広告みたいなんだけど違う。広告じゃないから。ロちゃんに俺超満足したよ。しかもこれワンプラスワン。しかもこれ15,000なの。安いでしょ。韓国コスメのいいところって安いのに機能性がすごいいいですよね。そうで、私皮膚が弓なにか、私も次買おうこれね。で、肌綺麗なの見て即買いしました。本当綺麗。おしんちゃんになっちゃったね。めっちゃ綺麗。詳しい人がいるといいね、近くに。いつでも聞いてください。オリーブヤン行くたんびにもう家族これ大丈夫ですか？これ大丈夫ですか？これ大丈夫ですか？ちょっとこれはみたいな。でもなんか最近なんだっけ、リードルちょっと VT とか出ててめっちゃバズってません？これ使ったことあります？どうなんですか？痛いちょっとヒリヒリしますよね。なんかその肌荒れしましたっていう人とすごいいいですっていう人が物理分かれるので、でもなんか私が思うに結局針だから刺激になるんですよ。だからやっぱ肌が皮膚が薄い人とかやっぱ敏感肌の人はあんまり合わない。だからもしそういう人でも使いたいとかであれば本当になんかニードルショットもこう50、レベルありますよね。あるから使いたければ50とかから多分やった方がいいんじゃないかなっていう。ちっちゃい数字から。でもあれって本当に効果あるんですか？なんかあれが導入美容液だからあれだけで効果を得るっていうよりかはあれを使って上から使うものの吸収が良くなる、吸収を良くするものだから別にあれだけ使うからといって何か良くなるとかし
知らなかった。あれって使うものによる。私あれで毛穴とかなんとかなんかすごい肌が良くなるのかなと思って、なんであんな痛いのに使ってんだろうって。だからあれ化粧水の前にするんですよね。導入一番最初に、そうそうそそう。の後に使うのを浸透を良くするみたいなのが、であれ使って毛穴が良くなるとか。だからさ、あれ随分勘違いしてた私。そう塗った後にこうさ、アンプルとか塗るじゃん。めっちゃチクチクすでもるんだけど。なんかあれ伸ばしちゃダメなの。なんかこうしながらこう押すんだプレスしながら。やばいやばい、知らないの多すぎる。知らないこと多すぎる。使い方間違えてるやばい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 。今最近私これはすごいんじゃないっていうのあります。メイクとかでも全然化粧品とかコスメでもいいし。でも最近リップとかはタンフルみたいなのが流行ってるじゃないですか。タブのになんかプルプルのなんかタンフルっていう飴飴あるじゃないですか。リンゴ飴みたいな。ああいう飴感のリップが結構最近。わかるかも。なんかそのクリームタイプの塗っても色ついてるみたいな。そうだから最近クリオさんの新作とかもそうだし、私がラカの本当これを勧めたいです。ラカのなんかすごい人気だよねい今。やこれ本当に多分日本人だったらみんな知ってると思う。プルプル系。そう。でこれを塗るとこれ塗ってほしい。あ、さっきね塗ってきたこれ。本当これすごいプルプルになるの。ラカさんのなんだけど、これ塗るとねなんかタンフルみたいなツヤ感がある感じ。プルプルになる。めっちゃこうやって見てる。だそうです。中です。中プルプル。これは本当にこれ結構でも使ってる人多い。仲いい可愛い。モデルの方とかみんなこれ使ってる。プルプル。最近乾燥しない？乾燥しないです。もうベタベタではないんですけど、すんごい保湿力あって、でなんかプルッと見える感じ。これが。私プルッとがいいね。マット嫌いで。マットだとなんか皮がむけちゃうんです。合わないのかな。多分ちょっと乾燥してるからっていうこういうのもあるかも。方が全然いいかも。でもやっぱなんか最近このちょっと気になってるのがピーラーリップスルピーラーあ、フィラー。ヒアルロン酸みんな知ってる。周りモデルやってる子もそうだし、流行りなんですかね最近唇パン。でも入れたら結構印象変わる。私入れたことあるんですけど、もう多分今入ってるの分かんないかもしれないけど、印象ちょっと変わる。なんかなんて言うんだろう、豊かに見える。へー、そう。必要ない。さっき必要なさなんかまず日本人側の人に聞くと必要ないよって言われるんですけど、韓国の子に聞くとなんか薄いんだから入れてきなさいよ。そうなんだ。これでも薄いんだ。ね、ね。 1cc 入れてきなさいよ。1cc 1cc でも結構クリーン。かなり。そうだから若干僕ね写真写りが良くなるんだって。しかも私入れて思ったのは乾燥しなくなった。あ、それはある。ヒアルロン酸だから。唇が皮むけなくなったの。マジで？もうだから入れた方がいいのは本当に正解だと思う。でも 1cc は結構な。1は多いですよね。だって結構プリプリしてる。1cc でも一回入れてみたらって人の唇の形によって入れられる量が決まってるんよ。だから例えばさっきはまあ 1cc 入るかもしれないし、私は入らないかもしれない。相談をしに行くってことか。痛いのダメなんですよ。あ、じゃあ無理だ。めっちゃ痛いって言いません？麻酔の注射ね、痛いですよね、唇。どれぐらいですか？その痛さってどれぐらいですか？でも針同じ、顔に刺すのと同じ。めっちゃ痛い時期と。めっちゃではなかった。耐えられる。いや、痛さ強い。でもめっちゃ痛いと思ってやった方がこんなもんだって思えるから。心理的なね。今でも赤み引いたからね。確かに引いた。チクチクもなくなった今。心理的なものだったんです。さっきやけどしたかと思った。薬飲みました。さっきやってきたんですよ。ポテンツァ SFA かな。ポテンツァも日本にありますか？ありますあります。でも針があるやつだけですか？あ、チップがいろいろないんだ。私は今やったのは針がないやつで、しかもこの間その相談しに来てた男の人がね、これポテンツァやりたいんですよって言ってて、でもやっぱりポテンツァが人気だからやりたいって言ってるけど、やっぱりその人に合う施術じゃないとやんない方がいい。そうやらない方がいい。ポテンツァは毛穴です毛穴とニキビ跡とにまあ効果的。へー。だから肌荒れしてる人とかさ、クレーターみたいな人とかにはいいかもしれない。へー。でもなんか皮膚薄い人やんない方がいいなっていうのは思いました。なんでですか？刺激が強すぎる。刺激が強すぎるなって。お
もうここで算段できる詳しすぎる。詳しすぎてなんか私が日本でポテンツァとかまだ日本に入る前にナーマペンそれがめっちゃ流行ってて、私もほらクリニックで働いてた時にやらないみたいに言われてやったんですよ。そしたらなんか結構強めにやられて、でもすっごいなんか赤くなって、私その時超肌のコンディション良かったのにもうニキビがバーンみたいな荒れちゃったんだ。荒れちゃって本当もう治すの超大変。ダウンペンってそもそも何ですか？なんかダウンなんか毛穴改善でしたっけ？同じく毛穴改善とサス系のやつあかってデコボコを直したりとかでも全然ポテンツァみたいなカチャンカチャンとかじゃなくて、ただなんかペンのスティックの先に細い針がバーってついてて、それをこう転がしていくような。転がす。でも痛みは全然そんなになくってめっちゃ赤くなってニキビなんか私だけじゃなくってなんか他のナースの子に皮膚が薄い子も同じようになっちゃってじゃあちょっと敏感になっちゃうあんな。まりおすすめはしない。私の前の職場の子もなんか普通に肌綺麗でなんか本当にメイクもしないような子なので、なんか何使ってんのみたいに聞いたら本当に何にもしなくて綺麗綺麗で顔洗ってる。待ってそれは違うそれはダメそれは違う洗浄力高すぎ。皮脂の油全部持ってっちゃう。それでも肌が綺麗な。すごいね。真似しないでください皆さん。それでもきれいは手を洗うことです。きれいきれい。そうか間違えちゃったのかな。パーフェクトオイルと間違えちゃったのかな。新しい家に洗顔料が。プシュプシュあるからパーフェクトオイル。買ってくれ。300円ぐらい買えるから。そうなんかすごいね。殺気力強いと思うけど。でも遺伝だと思うそれは。でもね本当綺麗な人って遺伝らしいですよ。遺伝です。はニキビとかも遺伝な気がする。私あんまり両親ニキビない人で、あんまだから学生の頃とか結構荒れてる子多いじゃん。私めっちゃ荒れたタイプです。羨ましいわ。だから本当に綺麗な人はやっぱりなんだろうリフティングぐらいで。今日大丈夫？私やけどやん。肌薄いけど大丈夫。今日クサ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 。心配。でも確かになんか若干なんか痛ければ効果があるっていうのは分かるけど、なんか私もできる限り痛くない手術をしたいタイプで。でも日本の人多い。ですよね。痛いですか？じゃあやらないですっていう方多い。うちもそう。逆に効果的には痛くなくてマイルドでも OK な。そういう感じじゃないですか。でもなんか私の感覚からさ、せっかく来たのにやらないんですかってなっちゃうの。せっかく来たならね。そうだからしかも痛いのなんて一瞬だから我慢したらいいのに。嫌いだよね。怖い。こういうとこ日本人ですよね。私それをやって本当超肌がピカピカの卵になれるとしたらやる。本当15分我慢してください。でもどうせまたやらなきゃいけなくないじゃないですか肌って。まあね、一定からそしたらまあね。そしたらまたそれをやらなきゃいけないでしょ。だったらもう知らなくていい。やらなくていい。知りたくない。そういう知っものがある。ちゃったらやらなきゃいけないから。確かに知ったがゆえにね。そうよ。本当私だから毎回皮膚科行くと人形くださいって言います。あ、そうね。合ってますけどね。でもやっぱ泣きながら受けてる人多いよ。ジュベリックとかリベリックとかすごい最近人気じゃん。日本でもなくないですかね。痛い。手打ちで痛いけど。ワンちゃんにもこの間泣いてましたよ。泣いたやっぱり。40人も？はい会ったら泣いてて、違う、会いに行ったらワンタン人がいなくて、そしたらなんかスタッフの方にすいません今泣いててどうしたんですかって言ったら泣いてて受けてた手術を。なるほどね。あれでも効果やばいですか？いいけどやっぱりあれ一時的なものっちゃ一時的なものだけど、やっぱ乾燥肌特にさっきみたいな乾燥肌っていう人は中からもう水分って感じで潤してくれるから肌はちょっといいね。じゃあやっぱり韓国人のお姉さん方ってなんかテカテカしてるじゃないですか。テカテカっておかしいな。ツヤツヤしてるああいう感じになれるっていうイメージですかね。っていうイメージだと思う。中からピカーンみたいな水光のやっぱ成分も入ってるから。どれぐらい持つんですかあれって？どれくらいでしたっけあれ？ジュベルコツ、水光注射。でも3ヶ月6ヶ月かな。結構でも個人差によるけど、あと韓国の女性あれやってる人多い。スキンボトックス。多いよ。スキンボトックスみたいって言ったよ。はい、あれも痛い。全部痛い。で私最近やったのが首のジュベルク水光注射良かった。
首の小じわでも痛くない顔より。いや顔が痛かった顔が100でしょだって顔が100だったら50。いや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 首痛くないですね。首の方が痛くなくて、ないじゃないですか。でもねないちょないのよないよ。まあ元から薄い。ないですよねそのパターン、そのパターン。でも本当に薄くなった。ないよないよ全然。綺麗だな、おすすめ。いやーこの爪はねマジ痛いのはちょっとね本当にでも50だからもう顔を先にやるからもう顔で超痛いっていうほらもう。でもその話でいくと私いいですか？レディースの方やったんですよ。やった？やれって言われて怖くてやってなかったマジ聞きたかったんですよ何の話かっていうとレディースの手術がありましてですね、チッツリフティングとかあるんですけど、どういう具体的に聞いていいですか？具体的にいいですか？何をどうするのか知りたい。ですね、まあ肌と同じで膣の内部も肌のように老化していくんですよ。そう老化していくの衰えていくし、膣の内部が例えばもう出産した方なんて余計膣の通り道がこのくらいが普通だとしたらやっぱ広くなってるってのもあるし、膣内部のシワがもう細かくあるのに、それがやっぱり老化とともにシワがなくなっていくっていうのがあるのと、あと乾燥していくのと、締まりがどんどんやっぱり弱くなってくるから、経験あるかわかんないけど私は経験あるんですけど、お風呂に入った時に水が入っちゃって、お風呂上がったら水が出てる。水が出ちゃうの。それってそれって膣の多分もうあれがそう緩みの問題で、膣の内部にこうさなんかこう丸っこいものをさ入れるのよ。注射じゃなくて丸っこいの入れるんだ。外もする、外もできるあるのよ。できるあるのよ。でも外するって外する理由なくないですか？外は美白です。こういう風になってたらここら辺、そう色素沈着の部分を超音波で当ててったり、ピコトーニングとかで角質を落としてトーンアップしていく。でもピコトーニングみたいなのは1回じゃ効かないけど、そういうのもできるし、注射も中に打ちます。それは乾燥を防ぐってことは、その棒みたいなのが入ってチク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 ってことですか？手で。その棒は超音波とか高周波だから、こう内部に当ててって、ここに光がピーって出てる感じでこうやって回転しながら、ね、あったかくなってくる。でここはマジで顔と首よりも全然痛くない。これはマジ。でも痛さはやっぱあるってことですか？めっちゃ痛いの心配。いやでもね、日本人の皆さんこれは絶対みんな気になる。痛いわけがない。でもこれくらいよ。もうほんと嘘つけ。本当に嘘つけ。本当よ。韓国でよくあるよ。これ辛いですか？辛くないよ。めっちゃ辛い。個人差はあると思うけど、私は痛くなかったし、他に受けた人も痛くないっていう人が多かった。でもね、その話はよく先生もしてらっしゃいましたし、でもなんか私の理解ができないのが、注射器を打つんじゃなくて、じゃあレーザーでやるってことですか？レーザーでリフティングはね、こうその乾燥を防ぐだとかそういうのは注射で注入するんだけど、ヒアルロン酸みたいに注入するんだけど、そのリフティングはそのものを入れてこう照射していくのよ。で引き締めていく。だから肌と同じキュッて。じゃあ姉さんはそのリフティングをしたってことですか？全部やった。注射もやったし。注射はどうでした？痛くない？痛くない。もちろん最初麻酔の注射するんよ。結局麻酔の注射は、針が刺されてる感じはあったけど、でもめっちゃ痛い、やめてってのはなかった。来た来たみたいな感じで麻酔して、でレーザー当てて、その最後にサーモン注射かな入れてもらって、そしたらもうね、その日からか私は分かんない、受けたからそう思ってるのかもしれないけど、引き締まった気がするの、膣が。でその後入浴しても入ってこなかった。そうまあ出産後の人とかいいかもですね。そうだから出産後とか30後半の人たちはすごいいいってでもその前に検査ちゃんとしっかりしてからこうですよ、ああですよって始まりますよね。そう検査する。なんかね、棒を入れられて、こう1秒間キュッて締めてくださいみたいな。ではい緩めて、で次10秒間キープしてくださいっていう検査があるのよ。でそうじゃあしっこ出ちゃった僕なんでよおさがちいろいろ気になるじゃないですか。日本の皆さん気になるよ。おしっこはどういう状況ってなるよ多分。最後に引っ込んで